東北地方を南北に貫く急峻な奥羽山脈は、古来より、日本海側と太平洋側を隔てる難所として、立ちはだかってきました。そんな奥羽山脈の岩手、秋田の県境を東西に貫く国道46号線の仙岩峠も、苦節の末に、両県の県庁所在地を結ぶ重要な幹線となった峠道でした。秋田県仙北市小保内と岩手県雫石町橋場の間の峠が、歴史上に初めて登場するのは平安時代、食日本紀に記されていました。蝦夷を平定するための5本の山道が開かれ、その一つが国見越え、現在の国見峠でした。1051年永正6年から始まった前9年の駅では、源氏の軍勢が、小保内の住人の案内で国見峠を越えて、栗屋川の柵に攻め込んだという言い伝えがあります。時代は下り、江戸時代に入ると五街道の一つの奥州街道と、日本海側の奥州街道を奥羽山脈を横断して結ぶ、秋田街道が整備されました。かくして、秋田街道は軍事的のみならず、物流の面でも重要な街道となりました。そんな秋田街道に転機が訪れたのは、明治時代、武家社会から近代的な社会へと移行する過程で、各地との往来も活発化し、当時の険しい国見峠を含む秋田街道の整備、改良の計画が、岩手、秋田の両県で、立ち上がりました。江戸時代までの秋田街道は、岩手県側の橋場、現在の道の駅雫石や根っこの、あたりから、坂本川沿いに稜線を伝って海吹岳北側の的方へ登り、そこから、半境の檜屋潟を経由して国見峠に至り、国見峠から、六枚沢と堀木沢川の間の稜線を通って小保内に降りていく。徒歩でも大変な道のりで、馬車の通行などとても困難でした。1875年明治8年には内務省の許可を得て岩手県と秋田県で合議の上で、改良工事が始まります。岩手県側では馬車が通行できるように、道路の付け替えが行われ、坂本川北岸の稜線を経由するルートから川沿いを伝って一気に多くのヘアピンで登る、ルートへと付け替えられました。秋田県側ではさらに大規模な付け替えが行われ、国見峠を経由せず、檜屋潟から秋田街道のある稜線よりも下の東側の斜面へ向けて降りていくルートへと変更されました。この改修工事は、短期間で完了し、工事が行われた明治8年9月には内務卿大久保利通が馬車でここを通行したと言われています。国見峠を経由せず、峠のピークが海吹岳北側の的方へと移ったため、的方は翌年明治9年に仙岩峠、と命名されました。名前は岩手郡と仙北郡を結ぶことから、大久保利通によって名付けられました。ところが、この時の改修工事は不十分なもので、依然として道は険しく、冬季の通行は困難で、物流や交通の主役が鉄道に移行していった時代背景もあり、交通量は激減しました。凍結破砕作業により岩盤もろとも道路はボロボロに崩壊していき、開通後も大小様々な改修工事が行われましたが、大正時代には廃道同然の状態にまで荒廃してしまいました。戦後、自動車交通の時代が到来し、国の兄田沢特定地域総合開発事業の一環で車道が整備されることになりました。1951年昭和26年のことです。昭和28年には2級国道105号線に指定され、自動車国道の建設が始まります。そして、昭和31年に岩手県側で、昭和32年に秋田県側で工事が着工し、1964年昭和39年7月に自動車も通行可能な国道が開通します。開通前の昭和37年には一級国道に昇格し、国道46号線となりました。新たに開通した自動車国道のルートは、江戸明治時代の道とは大きく異なり、岩手側から湯川の北岸を、国見温泉に向けて登っていき、檜屋潟に至って、堀木沢側の西岸の斜面を小保内へ向けて、ヘアピンを多用しながら降りていく道でした。奥羽山脈を横断し両県の県庁所在地を最短距離で結ぶ自動車国道の開通を待ち望んだ地元は歓喜し、特に檜屋潟周辺は高山植物なども見られることから、南八幡平パークラインの愛称が与えられ、観光道路としても期待されていました。しかし、ここは天下の奥羽山脈、冬季は豪雪により通行止めになります。1年の4割ほどが通行止めとなり、半年国道と呼ばれるありさまでした。さらに、凍結破砕作業で乗り面や路面が崩壊し、たびたび通行止めになることもありました。幅員 6.5 メートルで県庁所在地を結ぶ幹線道路が、このようなありさまでは致命的です。ですので、盛岡市から秋田市へ行く場合、冬季は迂回を強いられます。北上から横手へ出て南側へ迂回するか、鹿野、大館、能代を北回りで迂回するか、どちらのルートでも日本屈指の豪雪地帯を通りますから、冬季通行止めにならないにしても安定して通行できる保証はありません。1966年昭和41年には、並行する国鉄田沢湖線が全線開通しましたが、モータリゼーションが進展していた当時、冬季でも安定して通行可能な自動車国道が、望まれたのは自然の道理だったでしょう。
国道46号線の仙岩峠区間が開通して間もない1967年昭和42年には、新しいバイパス道路のための調査が始まります。さらに1970年には建設省の直轄事業として工事が始まります。先日の調査の結果、5本の候補ルートが挙げられ、その中から、小保内川を遡る国鉄田沢湖線と平行に7キロ走り、トンネルや橋梁を多用しながら、仙岩峠の真下を貫く全長2530メートルの主トンネルに取り付き、岩手川鉱物から先は有川沿いに3キロメートルほど道路を新設し、そこから先は原道を改良するというものが、最善だとして決定されます。小保内から主トンネルである仙岩トンネルまでの区間は、地形が複雑であるため、400メートル級のトンネルや大規模な橋梁など、13本の橋と7本のトンネルを作り、山や谷を乗り越えることで勾配とカーブを緩和しました。そして、県境の仙岩峠直下を貫く全長2544メートルの仙岩トンネルは、上部半断面先進工法で掘削されることになりました。上部半断面先進工法は、文字通りトンネルの上半分を先に掘削してから、アーチコンクリートを復興し下部半断面を掘削、側壁コンクリートを打設する工法です。工事は概ね順調に進み、小規模な止水事故や断層破砕帯による亀裂などのトラブルがあったものの、1975年昭和50年に仙岩トンネルは無事に貫通の時を迎えました。トンネル前後の道路の工事も進み、山肌を補強したり、舗装や非常用設備の設置などが進みました。翌年、1976年昭和51年に一般国道46号線の仙岩道路は開通しました。こうして、長年奥羽山脈で隔てられていた仙岩峠は名実ともに、岩手県と秋田県の両県の県庁所在地を最短距離で結ぶ、立派な幹線国道として生まれ変わりました。現在では、物流観光ともに重要な路線として、多くの人や物が往来しており、名物も誕生しています。秋田県側のドライブイン、仙岩峠の茶屋では、おでんが名物となり、一度は店主の病気療養と他界により存続の危機となりましたが、従業員たちの努力により復活し、その味は今も健在です。また、ニューヨークタイムズが発表した2023年に世界で行くべき52カ所で、盛岡市が紹介された際に、車で西に1時間も行けば、田沢湖や世界有数の温泉が多数ある。と、紹介されており、この仙岩道路によって地域の結びつきが深まり、地域全体の観光が活性化されたことが伺えます。さて、この橋を渡った先に全長2544メートルの仙岩トンネルが、姿を現してきました。なんやらトンネルの後口にビルのような建物が建っているのがわかるでしょうか？これは現在では使われてない仙岩トンネルの換気筒です。仙岩トンネルはかつて、中央道笹子トンネルのような天井板を吊り下げ、その上を換気ダクトとする方式が採用されたトンネルでした。換気ダクトへ空気を送る巨大な送風機がこの建物の中に設置されました。この送風機はトンネル火災が発生した際には逆回転し、火災による煙をダクトを介して外に排出する機能もありました。しかし、2012年12月に発生した中央道笹子トンネルの天井板崩落事故を受けて、同じ構造を持つこの仙岩トンネルでも緊急点検が実施され、数は少なかったものの、吊り金具の欠落や天井板の劣化が判明します。そこで2013年秋から2014年春にかけて、夜間通行止めの上で、天井板の撤去とジェットファンの取り付けが行われました。こうして、国道46号線仙岩道路は、岩手と秋田の県境を横断する幹線として、機能を維持すべく、冬季の除雪や舗装の修復、施設の補修や改良など、維持管理のための重要な工事や作業が続けられています。一方で、旧道となった区間は、一般に忘れ去られ自然に帰りつつあります。岩手県側の国見温泉まで向かう区間の大部分は、岩手県道266号国見温泉線として現役であり、冬季閉鎖になるものの、今でも国見温泉へのアクセスや登山客が利用する観光道路として活用されています。しかし、国見温泉から先の区間は通行止めとなっており、檜谷潟から先の秋田県側は崩落が進み、高圧鉄塔の管理のための、最低限の道を残して、自然に帰りつつあります。一応、旧道は光ファイバーケーブルのルートとしても活用されています。さて、エコ清水激しい仙岩峠にも新しいトンネルの構想が持ち上がっています。それは、鉄道用の新しいトンネル新仙岩トンネル計画、です。国道46号と並行する JR 田沢湖線には全長3915メートルの仙岩トンネルがあり、仙岩道路よりも早い1966年から供用されています。この田沢湖線には1997年から在来線の線路幅を新幹線規格に広げることで在来線の車両限界に合わせたミニ新幹線車両を直通させる秋田新幹線が運行されています。しかし、田沢湖線の県境区間は道路と同じように雪深い上に
勾配に弱い鉄道は、谷底を縫って走るためカーブも多く、また橋梁の老朽化や地滑りなどの災害リスクが高まっているのに関わらず、並行する道路がなく乗客の避難誘導に課題があるなどの問題があります。それを一挙に解決するため、全長 15km の長大トンネルを新たに掘削する計画が、進められています。この計画は2018年に JR 東日本から自治体へ伝えられ、2021年には秋田県と JR 東日本の間で、秋田新幹線新仙岩トンネル整備計画の推進に関する覚書が締結されました。このトンネルが完成すると東京と秋田の所要時間は7分、短縮されると試算されています。当初は工期は10年以上、総工費は700億円とされていましたが、人手不足や物価高騰により、総工費は1000億円、工期は15年にまで増加しています。また、財政面の負担などで岩手県と秋田県の間での温度差もあります。こうした状況下では事業化までの道筋は見えず、具体的な着工時期なども未定です。新仙岩トンネルが実現するか否かはまだはっきりとは言えませんが、実現した場合、秋田新幹線はさらなる高速化と安定運行を可能とするはずです。仙岩峠は、これまでもこれからも、奥羽山脈を横断するメインルートの一つとして活用されていくでしょう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録をお願いします。